フオクで入手したアクセサリーを一つ一つ丁寧に見ていきます。はい、それではあとちょっとなんで袋から出していきます。はい、では重さを測っていきます。はい、あと 113g です。あとちょっとですね。どうも、ジャンク鉱山ラボです。残りあとわずかなんですけれども、一気にね、やっていこうと思います。では、まずはどれにしようかな。じゃーん。じゃあね、こちら。なんか緑色の綺麗なね、石のついた、はい、指輪です。では、スマホのマクロレンズでいつものように拡大して見ていきましょう。はい、じゃーん。こんな感じのね、緑色の綺麗なね、石がついた指輪です。これね、似たようなのが何度かね、過去の動画でも出てきているんですけれども、このね、緑色の石がとても特徴的です。この状態だとまだわかんないんですけれども、ぎゅっと拡大すると、はい、こんな感じで、中にね、植物の葉脈みたいなものが内包物として見ることができます。はい。こちらですね、おそらくですね、クォーツのようなものを染色して作ったんじゃないかなと思われます。似たようなパターンがいくつかありまして、このね、葉脈みたいなのがシワシワって入っている、こういったね、カットされた石は青いパターンと、あと赤いパターン、それからこの緑のパターンがあって、時々ね、見かけます。そんな感じのね、指輪なんですけど、こうやってね、撮影してみると、とっても綺麗です。はい。で、先ほどちらっと見たんですけれども、素材を示すような刻印は特にね、見当たりませんでした。はい。指輪の内側をこんな感じでね、ぐるーっと見ていくんですけれども、刻印のようなもの、唯一あったのがこちらなんですけれども、さっきね、AI の解析の方でも、なんだかよくわかんないよみたいな答えが出てたんですけれども、確かにね、自分で見ても、何かしらの数字かなんか書かれているのか、ちょっとね、わかんないですね。はい。では、こちらね、サイズの方を見ていきます。じゃん。こちら、サイズを測るゲージ棒です。ここにね、数字が書いてあって、こんな感じでね、指輪を通してあげると、大体のサイズがわかるようになっています。今回はですね、こんな感じで、ちょうど15号ぐらいですね。はい。そんな感じの指輪でした。では次行ってみましょう。次は何かな。はい。じゃーん。このキラキラがね、いっぱいついている。これはひっくり返すとここにピンがあるんで、ブローチですね。はい、このブローチ出てきました。でね、ここにね、なんか書いてあるんですよね。これをね、ちょっと、はい、こんな感じのね、小さなライスストーンみたいな石がたくさんついています。はい、こんな感じで綺麗ですね。キラキラです。はい、ではひっくり返してみましょう。反対側に先ほど刻印のようなものが見えたので、こちらを見ていきます。じゃん。
素材を示すような刻印は見当たりませんが、こちらにね、なんか書いてあります。ブランド名なのか、製造会社の名前なのかちょっとわかりませんが、何かそういったものを示すね、刻印がついています。はい、そんな感じのブローチでした。では次行ってみましょう。次は何かな。じゃあこの金色のチェーン行ってみましょう。金色のチェーン。何にもついていない金色のチェーンです。このプレートにね、なんか書いてあればいいんですが、なんか書いてありますね。こちらも拡大して見ていきます。こちらですね、普通の騎兵とか、それから、輪っかがね、組んであるような葉月のチェーンと違って、こんな風にね、完全に四角く閉じてしまってるような不思議な作りのチェーンです。はい、こんなギューってやったようなね、作りになってるんですけれども、先ほどですね、プレートの方に刻印があったので、そちらも見ていこうと思います。はい、こちら、プレートの方にね、刻印がついていました。K18 の隣にですね、数字の1と、それから M ですね、が見えます。K181M。この 1M は1ミクロンというメッキの厚さを示すものだと思われます。なので、こちらのね、ネックレスは、メッキ製品だよという刻印がついたお品物になります。はい、そんな感じの黄色のね、ネックレスでした。では次行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃあこれ行ってみましょう。これ。はい。こちらは、じゃん。なんかね、キラキラの石がついたイヤリングです。では、こちらも拡大して見ていきましょう。はい。じゃん。こんな感じのカットされた、赤みが強いカーネリアンみたいな石がついてますね。はい、こんな感じでとっても綺麗です。もうちょっと拡大してみると、はい、こんな感じで内包物らしきものが見えています。ちょっとね、どうなんでしょうか。天然由来のものなのか。ちょっと分かりづらいなという感じです。はい。では素材を示す刻印がないのか見ていきましょう。はい。イヤリングの場合はこういったね、金具の側面ですね。この辺りにね、ついてたり、それからこの丸い部分にね、なんか書いてあったりするんですけど、こちらは何もありませんでした。はい。そんな感じのイヤリングでした。では次行ってみましょう。次は、じゃあこちら。じゃーん。ちょっと絡まっちゃってるかな。チェーンの方がね、絡まっちゃってるんですけれども、こちら、真ん中のね、この、青紫色のがね、結構綺麗です。はい、こんな感じのペンダントトップです。はい、では拡大して見ていきましょう。じゃーん。はい、こんな感じでね、綺麗な、これ貝だと思うんですけれども、こういうね、模様がはっきりしてるね、貝をはめ込んだペンダントトップです。はい、とっても綺麗です。では、素材を示す刻印がないのか、その他見ていきましょう。はい、こんな感じでね、このバチカンとかって言われる、もうね、三角のパーツのところですね。こういうところにね、書いてあったりするんで、ひっくり返してね、見たりするんですけれども、
特にね、何も書いてありませんでした。チェーンの方がね、結構絡まっちゃってるんで、こうやって地道にほどいていくしかありません。引き輪とね、このプレートのところには特に、でもなんか書いてありますね。多分ね、こちらのソーシングメーカーのマークだと思われます。はい、そんな感じのネックレスでした。では次行ってみましょう。次はじゃあどれにしようかな。これ行ってみよう。この指輪。ちょっと大きいかな。はい。じゃあこちら指輪行ってみます。はい。サイズの方ね、見てみましょう。はい。サイズの方は、だいたい18号ぐらいかな。はい。そんな感じです。私の場合はこんな感じかな。はい。こんな感じの指輪出ました。ではこれもね、拡大して見ていきましょう。では拡大して見ていきましょう。はい。こんな感じのね、スクエアみたいなカットされたちっちゃい石がね、きっちりこうやって詰まってます。こうやってね、少しずつ送るだけで、光がね、反射してなんか綺麗にね、キラキラってなる指輪です。はい、もうちょっと拡大してみましょう。ぎゅーっと拡大すると、こんな感じでね、結構汚れなんかが目立ってきてしまってるんですが、はい。どうだろうな。なんかキュービックジルコニアみたいな、合成した石なのかなという感じですね。はい。では、指輪のね、内側、素材を示す刻印がないか、ぐーっと見ていきましょう。こんな感じでですね、裏側をぐるっとね、見ていくんですが、なんか書いてあるというのは見られません。はい、そんな感じの指輪でした。では次行ってみます。次は何かな。はい、じゃあ、また金色のね、こんな感じのチェーンが出てきました。はい、こちらも見ていきましょう。じゃーん、こんな感じのね、結構きっちり詰まった感じのチェーンです。はい、いきなりね、プレートの刻印の方見えました。拡大してみます。はい、K18GP ってなってますんで、GP はメッキの製品に打たれる刻印になっています。なので、メッキのチェーンということが分かりました。はい、こんな感じの、ちょっとね、こう編み込んであるような感じなのかな。2本3本、こう、なんか絡まってるような感じの作りになってます。はい、では次行ってみましょう。次はね、じゃあこちら。じゃーん。これはなんか綺麗な感じしますね。オパールかな。はい。ではこちらも拡大して見ていきます。はい、じゃーん。こんな感じの、綺麗なね、オパールみたいなのがついています。もうちょっと拡大してみてみます。こんな感じで結構綺麗なんですけれども、なんかね、独特な紫色のも出ちゃってますね。これ何なんでしょうか。これはですね、でもこの辺なんかオパールの有色効果みたいになってますね。とっても綺麗です。はい。で、こちらなんですけれども、このね、石と、この枠の隙間なんですよね。これが結構あるやつなんです。こうやってギューって拡大してみるとわかるんですけれども、隙間がね、かなり開いてます。本当はだったら、ここギュッてやって、もうきっちりね、くっついてる状態なんですけれども、これはこんな感じで余裕を持っ
て接着されたような構造です。で、表面がちょっとね、レンズみたいになってますね。ドーム状のね、透明な枠みたいになってるので、まあこれ貼り合わせなのかなと思います。はい。素材を示す刻印がないか見ていきましょう。こちらですね。ひっくり返して見てみます。はい、反対側こんな感じになってます。だいぶね、メッキの表面がね、こうやって剥げて下地の方が出ていますね。なので、メッキ製品ということになります。だいぶ薄くなっちゃってますね。はい。そんな感じの、多分ね、オパールの貼り合わせのペンダントトップなんじゃないかなと思います。はい。では次行ってみましょう。次はじゃあどれにしようかな。じゃあこれ。じゃーん。これね。この色はなんか磁石っぽいやつですね。はい。磁石っぽい指輪です。ヘマタイトとかなのかな。はい。こちらも見ていきましょう。じゃーん。こんな感じのね。独特なヘマタイトっぽいね、表面がちょっとピカピカな感じの、よくある感じの指輪です。こう削り出したのかな。目のとかをそのままなんか指輪にしちゃったやつとかと多分似てると思いますね。金属とかそういうんではないと思います。はい。なので、刻印とかそういうものはないんですが、こちら、磁石がつくのか確認してみます。はい。じゃーん。こちらですね。ネオジム磁石というとっても強力な磁石です。ハードディスクからね、取り外しました。ではこちらね、つくのかどうかやってみます。じゃーん。はい。思いっきりつきました。はい、ペタッとくっつきました。このね、なんていうんですかね、こういうピカピカのやつって、磁性があったりなかったりと、素材によって微妙に違うものもあるんですが、これがくっつくやつということで、そんな感じの指輪となっています。はい。では、次行ってみましょう。次は、どれにしようかな。じゃあこちらとこちらがね、ちょっと似てますね。キラキラの、はい、こんな感じのキラキラのペンダントトップです。じゃじゃーん、キラキラ見えるかな。はい、ではこちらも拡大して見ていきましょう。じゃん、こちら。はい、結構ね、キラキラの綺麗なね、石がついています。黄色っぽい石ですね。外側にね、取り巻きって言われる小さな石もついていて、それなりに装飾感が出ています。そして素材を示す刻印がないのか、こちらのバチカンというパーツを見ていきましょう。なんか書いてありますね。はい、こちらもうちょっとよく見てみます。向きを合わせてですね、拡大をもっとギューッとします。ギュー。はい、これシルバーって多分書いてありますね。はい、シルバーです。シルバーの刻印がありました。ちょっとね、なんか若干こっち厚みがあるんで、これ本当にシルバーなのかなという微妙なところですね。ちょっとわかんない。こんなにぎっちり詰まってるもんなんですかね。はい。ちょっと怪しいんですけれども、一応シルバーの刻印があった。ということで、次も見ていきましょう。次。じゃん。
はい、こっちの方がなんか綺麗な石なのかなと思いますね。キラキラ感がまたちょっと違うのと、あとこの枠ですね、石枠の方が結構細くて繊細な作りになってます。これ石はね、どうですかね、シトリンとかそういうねやつだと思うんですけれども、どうだろうな、内包物とかは確認できるのかな。ちょっと探してみます。でもこの辺なんかうっすらね中にあるように見えるかな。どうでしょうか。カットの方はね結構シャープにカットされてると思います。はい、では素材を示す刻印がないのか見てみましょう。こちらですね。この辺りにあればいいんですが、どうでしょうか。なんか書いてある。ここに書いてありますね。はい、とっても小さな刻印なんで見づらいというか分かりづらいんですが、はい、拡大します。はい、これ SV ですね。シルバーの刻印の省略したものです。はい、なのでこっちはねなんか銀が取れそうな感じの作りです。とっても綺麗ですね。石の裏側も。じゃーん、こちらですね。前回前々回からずーっとね少しずつ貯めている、はい、シルバーのねパーツがついてたりね銀が取れるんじゃないかというものだけを集めた綿棒の空き箱です。なのでこちらにですねこの2つも入れておきます。でもこれちょっとわかんないですね。これがちょっと怪しいので、じゃあちょっと確認してみましょう。はい。じゃーん、こちら。試金石です。この石に削って、さっきのね、この、一応刻印はあったんですけど、構造的にちょっとね、金製品ではないんじゃないかなっていうのを確認してみたいと思います。まずはですね、こちら。はい、板の上に乗っけて、裏側ね、ちょっと端っこの方を軽く削ってみます。もうね、これはちょっと違うっぽいやつですね。めっちゃ硬いんですね。削れないぐらい硬いです。なので、多分ね、なんかいじったりとかしなくてももうこれ多分銀じゃないなって、わかるかな。硬いんですよね。金とか銀とかはかなり柔らかいので、こうやると削れてっちゃうんですけれども、ほとんどね、削れませんでした。それであんまり無理にやると、今度試金石のね、板の方が傷んでしまうので、板の方がね、ちょっと減ってきちゃったりするんで、ちょっと今回削るのはここまでとします。はい。結構ね、当てたんですけれども、こっちのね、枠の方は全然削れていません。はい。なのでこれシルバーってなってるんですけれども、実は見づらい消えちゃったのかな。 G シルバーとかなのかなと思いますね。もしくはこのパーツだけシルバーなのかな。でもその可能性もあるかもしれないですね。ここ丸いね輪が切れてますんで、このパーツだけシルバーという微妙ななんかものなのかなと思います。ここがね簡単に外れちゃう状態なんで、多分今このまま外れちゃいますね。はい、こんな感じで取れちゃいます、簡単に。
あれ取れましたね。なので、これがシルバーなのかな。ちょっとじゃあこちらも見てみましょう。でも結構硬いですね、やっぱり。ちょっとこの辺は分かんないやつだと思います。なので、G シルバーの多分仲間だと思いますね。めっちゃ硬いです。メッキのせいで硬い時もあるんですけれども、ある程度、削ればね、下地が出たりするんですけれども、これ結構硬い状態なので、シルバーではないと思いますね。でも結構綺麗ですので、はい、そんな感じのペンダントトップでした。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。では次行ってみましょう。次、じゃん。次はじゃあこれ行ってみましょうか。これイヤリング。はい、なんかここにね詰まってる感があるイヤリングです。はい、こちらを見ていきましょう。まずはね片っぽから。はい、こんな感じのね結構綺麗なやつですね。オパールのかけらをこう集めて作ったようなやつだと思います。拡大するとねこんな感じですごい綺麗です。このちっちゃいね、かけらが一つ一つがオパールなんじゃないかなと思います。はい、有色効果と呼ばれるねこの光の反応が確認できます。はい、もう一つエアなのでもう一個あるんですけれども、こちらもね同じように綺麗なねちっちゃいかけらがいっぱい入ってます。素材を示すような刻印はありませんでした。はい、そんな感じのねさっき出てきたこっちのね貼り合わせなんじゃないかって言ってたよりもこっちの方がね分かりやすい感じの貼り合わせの石です。はい、では次行ってみましょう。次は何かな。じゃあれこれはどれか多分チェーンがあるのかな。ちょっとトップだけになっちゃってるんですけれども、このなんかここに長板らしきものがある。これは卵みたいなの開くんじゃないかなっていう作りのペンダントトップです。はい、ではこれ開くのかどうかちょっと見てみましょう。じゃーん、こちらですね。時計の裏蓋を開けるこじ開けっていう工具です。日本製の工具になります。ここにね、隙間にこう入れました。簡単に開きましたね。こんな感じで、卵の中にこのちっちゃいね、天使がこう入ってて、ここにこう隠れてるという、そういうね、ギミックのあるペンダントトップだったんだと思います。はい、これも拡大して見ていきましょう。じゃん。こんな感じのね、キラキラの、加工された卵の形をしたね、ペンダントトップです。ちっちゃなね、ライスストーンみたいなのもついてます。で、このね、卵をここでね、開けますと、はいじゃん。中にちっちゃなね、天使が入っているという作りになっています。はい、そんな感じのギミックのあるね、ペンダントトップでした。では次行ってみましょう。残りあとわずかなんですが、じゃあこちら。じゃーん。絡まっちゃってる。絡まっちゃってる。絡まりをほどくのは後にしてですね、とりあえずこの2つ2点見ていきます。
はい、一つはこれね、貝殻なのかなというのをはめ込んだペンダントトップです。独特なね、この光沢が見られます。はい、次、もう一つ。もう一つはこんな感じですね。緑色の独特なね、こんな模様がついています。これね、クジャク石の仲間かなと思うんですが、どうでしょうか。ちょっとちっちゃくて汚れてて、なんかクジャク石なのかなという感じです。はい、周りのね、ちっちゃな石がついてて、結構綺麗な感じの作りになっています。素材を示す刻印なんですけれども、現状ですね、チェーンがめっちゃ絡まってる状態なんですが、こうやって引き輪とね、プレートのところを見てみたんですけれども、刻印らしきものはありませんでした。そんな感じの、現状絡まった状態のペンダントネックレスです。反対側これリバーシブルですね。今見てた白っぽい貝だったんですけど、反対側はね、この色がついたやつになってます。はい。では次行ってみましょう。次。じゃーん。次は何にしようかなと。もうあんまりないんだけど、じゃあこちら。じゃじゃーん。この、おなじみの貝ですね。今日さっき出たこれと、あと、こちらですね。このペンダントトップと、見た目、似たような素材が使われていると思います。こちらも見ていきましょう。はい、じゃん。こっちの方が結構鮮やかで綺麗ですね。面積がさっきのペンダントトップよりも大きくなってますので、表現がより多くできるようになってます。こちらも青紫色のね、綺麗なこんな感じの色が出ています。素材を示すような刻印はありませんでしたが、こちらね、メッキの方のチェーンなんですけど、パーツにね、国産のソーシングメーカーのマークがついています。はい。では、次行ってみましょう。次はね、じゃあこの、騎兵みたいなチェーンです。これね、騎兵ネックレスでもいろんなのがあるんですけれども、これはね、薄いやつですね。薄く、コマがね、ぎっちり詰まってる感じのやつです。これも拡大して見てみます。じゃん、こんな感じでね、めっちゃ横にすると薄く、それでいてぎっちり詰まってる感じのチェーンです。隙間がね、ほとんどないですね。こうやって見るともう全然、コマの間がね、見えないようになってます。はい、こんな独特な作りなんですけれども、素材を示す刻印はどうでしょうか。なんかここに書いてありますね。はい、おなじみの、本日何回目かな。K18GP と書いてあります。GP はメッキの刻印です。はい、こんな感じのネックレスでした。では次行ってみましょう。次ではじゃあこの指輪をね、あれこれとこれそっくりだな。微妙に違うのかな。はい、こちらじゃーん。指輪が、デザインがなんか似てる感じなんですけれども、はい、この重ね付け。こんな感じの指輪です。じゃじゃーん。はい、ではこちらも見ていきましょう。ほとんど同じですね。はい。フレアパターンみたいな、このデザイン、同じなのかなと思います。ということで、指輪のね、内側を見ていきましょう。内側に何か書いてあればいいんですが、こうやってね、ぐるぐるっと見ても特に、でもなんか書いてある。はい、見てください。これですね。あれですね。時々見かけるやつですね。はい。ちゃんとね、書いてありますね。メイドオブステンレスってなってます。
なので、ステンレス系の指輪ですね、ジュエリーです。はい、ステンレスも磁石つくタイプとつかないのあるんで、一応見てみます。はい、この磁石がつくのか。じゃん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 。はい、つきましたつきました。はい、こんな感じで磁石がつくタイプです。全くつかないやつもあるんですけどね、これは普通に磁石がつくやつでした。はい、では次行ってみましょう。次。じゃーん。あ、なんかこれもね、構造的にちょっと凝った感じのものですね。ここにね、なんか動きそうなパーツがついています。はい、これも見ていきましょう。じゃん。真珠かなと思ってみたんですけれども、これ結構綺麗ですね。はい。いい感じでピカピカです。じゃあ、拡大してみてみましょう。ああ、惜しいですね。ちょっとね、今、模様がああ、出ましたね。一瞬出た。ちょっと、ピントが、自動補正でどうしてもなっちゃいますね、光で。ああ、来ましたね。これ。ここですね。この表面の模様なんですけれども、これを見ていただけるとわかるんですけど、これずっとね、同じ感覚の、なんか同じような、なんていうのかな、このマットな感じがずっと続いてるんですよ。全部同じ感じで。これ模造パールですね。吹き付け塗装みたいな感じになってます。これね、かなり拡大しないと、ここまでね、見えないんですけれども、パッと見で見るとこんな感じ。ツルツルピカピカ。はい、そんな感じなんですけれども、このパーツの方ね、もうちょっと見ていきましょう。はい、こんな感じでライスストーンみたいなのが止められています。であともう一つね、気になったのはこの可動パーツですね。結構ね、細かく作られてますね。ここをこうやってピンで広げてから、こっちがね、開く。安全装置のような役割をしています。はい、ここまで凝った作りなんで、何かしらの刻印あるんじゃないかなと思ってよーく見てるんですけれども、特に何もありません。そういう感じのね、作りに若干の、こだわりのある、はい、ペンダントトップになります。はい、ではもう一つ次行ってみましょう。次どうしようかな。じゃあこれもうくっついちゃってるんでね、昭和レトロな磁石のやつだろうなっていうのが、もう見た目でわかります。こんな感じのね、ここに磁石がねついてる磁気ネックレスなんでしょうね。はい、こんな感じのネックレスです。こちらも拡大して見ていきましょう。じゃーん。はい、こんな感じでかなりね細やかな綺麗なねチェーンになってます。で途中にあるね結構武骨なこの丸いね、筒状のものに中におそらく磁石が入っているという昭和に流行った磁気ネックレスみたいなやつですね。はい、こうずっと見ていきます。なんかね、ちょっとね、磁石なんでなんかくっついちゃってますね。砂鉄みたいになってます。はい、砂鉄みたいなちっちゃなね、なんかかけらが吸い寄せられてくっついてます。ここになんか刻印ありますね。さっぱりわかりません。この数字が一体何を示すのかわからない。それからこの構造が独特ですね。この取り外すのがちょっとあんまり見ないね作りのパーツになってます。でプレートにはなぜか何も書いてありませんでした。はい、そんな感じの昭和レトロな感、多分ね昭和レトロなやつだと思うんですけれども、正確には分かんないんですが、こんな感じの、はい、金色のネックレスでした。では次行ってみましょう。次もねちょっとレトロな感じの作りなんですが、これ
指輪の形がね、騎兵ネックレスみたいになってる。これもなんか昭和な感じします。はい、なんか石ついてますね、ここに。こんな感じの指輪です。じゃーん。ではこれも見ていきましょう。じゃーん。こんな感じの騎兵チェーンのデザインを模したような作りになってる指輪です。はい、この辺のなんかごっつい感じが昭和な感じがしますね。はい。で、こんな感じでね、5コード目のような雰囲気で留めたちっちゃなね、石があるんですけれども、これね、デザインだけで多分ね、彫金のその5コード目とは違うっぽいですね。溝にライスストーンみたいなのを接着で留めてるだけで、この形だけなのかなとちょっと思います。色は金色というよりは、ブロンズっぽいね、色をしてます。はい、そんな感じの指輪でした。はい、じゃあラストこちら1個ね、ちっちゃくて細くてもう何かわかんないぐらいね、ちっちゃいやつなんですけど、ちっちゃなキラキラがついています。これを見ていきましょう。という前に、じゃん。これでサイズを測ってみます。これね、すげえちっちゃい。はい、だいたい4号ね。4号ぐらいの大変細い指輪となっています。私もこの辺ぐらいまでしか入んない。はい、こんな感じです。はい、ではこちらも拡大して見ていきましょう。こんな感じのね、すごいちっちゃな石がね、綺麗に留められています。さっきの指輪と違って、これはね、ちゃんと爪で押さえて留めてあるね、ジュエリーっぽいやつです。はい、このね、石、若干紫色っぽいんですけれども、何なのかなというのはちょっとわかりませんです。はい。では素材を示す刻印がないのか探してみましょう。これはなんかかなり華奢なね、作りなんで、なんか刻印、ありました。こちらですね。はい、ありました。SV925 ですね。あと、なんか見えない刻印が1つあります。はい、シルバー925です。ちゃんとね、石の留めてある部分はこうやって下穴が開いてまして、構造的にもね、かなりちゃんとしたやつなのかなと思います。色はね、シルバーの刻印なんですけれども、金色というか、こんな感じのね、ピンクゴールドみたいな色をしています。表面かなりね、傷があるんで、使用感感じられるものとなっております。石の方はどうですかね。キュービックジルコニアみたいなやつだと思います。カットのね、このエッジですね。ファセットのところが、この三角がこう丸まったような感じのね、反射が見えてます。はい、そんな感じのお品物でした。はい、本日はこれで、発掘実況の方ね、全部終わったので終了となります。はい、では、本日の発掘したものを見ていきましょう。じゃーん。はい、こんな感じで、いろいろなものがあったんですが、このね、卵が割れるやつとかはなんか面白いなと思いました。あとね、このなんか作りにね、こだわりがありそうな、だけれども、模造真珠というね、このペンダントトップも面白いなと思いました。あとはね、ちょっと指輪いろいろ出たなというところです。はい、この緑色のやっぱね、こうやって見ると綺麗ですよね。で、あとはね、結構溜まったので、
この中からね、ちょっと金がどれだけ取れるのかやってみたいのと、あとこの石ですね、天然石が一体どういったものなのか、シトリンなのか何なのか、その辺も見ていきたいなと思って一応これ撮ってあるんですね。今後もこんな感じの動画を作っていきます。もしよかったと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録の方をお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。ではこちらね、スマホのマクロレンズで、拡大してよく見ているんですけれども、今回ですね、ジャンク鉱山ラボでは支援 AI をね導入しましたので、そちらを実際に使ってみようと思います。まずは自己紹介をさせてみましょう。こんにちは。自己紹介をお願いします。こんにちは。私は Google DeepMind によって開発された大規模言語モデルの GMMA4 です。テキストと画像を理解し、テキストを生成することができます。何かお手伝いできることがあれば、お気軽にお尋ねください。はい、こちら Google Mind の Gemma4 という AI を使っています。ローカルでね、動かせる AI で20億パラメーターという大変軽量なモデルを使っています。はい。では実際にね、画像のね、解析なんかも踏まえてやってみようと思います。じゃーん。はい。まずこのサンプルの中から一つ取り出してみます。はい、こちらです。このね、シルバーのプレートなんですけれども、こちらをね、画像の解析の方に実際にかけてみます。はい。まずは、こちらを撮影してください。写真を撮影して記憶に保存しました。何が写っていますか？これは金属製の部品。おそらく何らかの機械や構造物の一部のように見えます。表面には経年による錆や汚れが見られ、文字 SILVER325 のようなものが刻まれているようです。はい。ではこちら撮影の方をしましょう。これは鮮やかな緑色の宝石。おそらくトルマリンやアメジストのような鉱物のように見えます。光の当たり方で色が変化し、非常に美しい輝きを持っていますね。はい、こちら見てください。これは緑色のトルマリンやアメジストのような宝石のクローズアップ画像ですね。光の当たり方によって鮮やかな緑色から青みがかった色まで非常に美しいグラデーションが見られます。結晶の内部の構造や光の反射が精細に捉えられており、宝石特有の神秘的な雰囲気が感じられます。はい、何か刻印が見えます。こちらも撮影して記録しましょう。はい、承知いたしました。この金属製の部品の刻印部分を撮影し、記録します。同時に刻印があった指輪の石も撮影しておきます。はい、刻印と指輪の石の両方を撮影し、記録しました。刻印の詳細や石の様子について何かご質問はありますか？はい、先ほどに引き続き、もう一枚正面からの写真です。正面からの写真、ありがとうございます。この宝石は非常に鮮やかで深い緑色をしており、光の当たり方によって青みがかった色や内部の複雑な模様が際立っていますね。カットが非常に美しく、宝石特有の強い輝きと透明感が感じられます。はい、こんな感じで、一体ね、これが何なのかっていう鑑別とは違うんですけれども、見たままのその感じと、あと可能性について、いくつか言ってくれるというような
状態です。